はい、ヤスファクトリーヨッスンです。皆さんお疲れ様でございます。はい、インスタご覧になられた方、もう分かってらっしゃる方ね、結構の人数いらっしゃるのかななんとは思うんだけども、この前、足回りやった時のかな、フロントのショックアブソーバーのところのうちの一押し商品、バームクーヘンねバームクーヘンの軸ずれ防止ワッシャーを試作してみましたということで、前回ちょろっとね、紹介させてもらったんだけども、今回そのパーツが出来上がりました。はい。実際見てもらおうかな。実際できた商品がこちらになるんですけども、これね、こんな感じ。アルミ削り出しでね、木材から削り出しております。はい。で、今までのノーマルのワッシャー見てもらおうと思うんだけど、ノーマルのワッシャーがね、軸ずれ防止のノーマルワッシャーはこちら。こちらの場合はこうなってね、ここ真ん中が、ここがへこんでるんですよ。で、ちょっとこう見てもらうとわかるんだけども、お皿のように、なってるんだけども、このワッシャーにね、このウレタンブッシュ直にくっつけちゃうと、どうしてもお皿にこのブッシュが入りきらないんで、この中にね、この中に空間ができるんですよ。で、空間ができてるところを、思いっきりこれ締め込んじゃうと、ウレタンブッシュ変形しちゃうんで、結構ね、砕けたりするんですね。だからその砕けを防止する意味で、今までの場合は、こちらがノーマルね。で、こちらが付属のワッシャーなんだけども、それをこう重ねてもらってのブッシュ。こんな感じでね、取り付けていただきたいんだけども、これね、僕ちょっと説明書の書き方も悪かったんだけども、このノーマルのワッシャーって書いてないんですよね。誠に申し訳ないんですけども、今ね、今後買われる方にはちゃんとその取扱説明書を付属してますけど、今まで、買ってくださった方、ちょっとね、これだけ気をつけてください。ノーマルのこのデベソのワッシャーを必ずここに挟んで、取り付けていただきたいということなんですけども、でこれがありながら、じゃあなぜこちらの商品ね、僕が作ったのか、実際ね見てもらうと分かるんだけども、今現状どうなってるか、まず、ショックアブソーバーのところにこれ1枚入れる。で、これを熱いやつね。熱いやつを入れる。そして、ここは、このワッシャー、なるべくね、入れない方がいいと思います。入れないで、そのままボディですよね。ボディにこうくる。で、そのボディの上から、こちらの軸ずれ防止ワッシャーを入れる。そして、これを入れる。それでまた、ワッシャーを入れると。こんな感じ。本来で行くならば、ワッシャー6枚で、いいんだけども、そうですね。ノーマルの、例えば、こちら。これが下側。これね。下側もこういう風にくぼんでお皿になってるんですね。で、こっち上側で、これが、へそが出ているんだけども、これを使われる場合には、例えば下にね、こんな感じでこう入れて、これがどういうのかな、こうなるのかな、こうなって、ここにボディが来て、これが来て、あと軸ずれ防止がない場合だとこの上にもう1枚、この状態で、こうなると。基本的にはこういう取り付け方になるんですけども、例えばね、これをやってしまうと、これ結構厚く作ってあるんですね、ブッシュの方を。でブッシュの方は厚いんで、僕の車の場合は車外の車庫帳入れてあるんだけども、それでやっちゃうとねネジが締まらないんですよ。要するにこれでこの厚みにしちゃうとネジが締まらないんで、今まで僕はこれを
こうワッシャーをね、この上の下、これは下のブッシュなんだけども、このワッシャー外して、ボディにダイレクトにつけて、こっちのこのワッシャーを上から入れて、この厚みでね、やってたわけなんですけども、まあそうすると当然ね、軸とボディの穴との隙間が生じるんで、このガタが出たと。で、そこでこれを開発をして、これをこうして、まあこんな状態。ね。こんな状態で取り付けたと。そうするとネジ部に余裕ができるんで、そうやってつけてたんですよね。だけどまあよくよく考えたら、やっぱりこのブッシュとボディのところに隙間が空くのはね、やっぱり良くない。できればダイレクトにビタッとこう締めたいということでね、この厚み。だから比べてみればわかるかな。トータルでいくとね、結構変わっちゃうんですよ。トータルでいくとね、ここ隙間が当然空いてるからなんだけども、このぐらい変わっちゃうんですね。そうするとこれ取り付かないんですよ。だからまあ大きいブッシュを生かすためには、ここのね、この間の、このワッシャーできるだけ少なくしたかったんですね。だからまあ今まで、自分はこの状態でつけてたんだけども、それだと軸ずれが起きるということで、こちらの商品ですね。このデベソの商品を作って、これでこの寸法が短くなるように、まあそういう意味合いで作ったわけなんですけどね。まあ実際そうですね、ネジ部が長くて、別に全然余裕があって閉まるよって、いう人はまあノーマルのこの軸ずれワッシャーに、内からのねワッシャー重ねてもらって、この厚みでやってもらって構わないんだけども、まあできるだけね、ブッシュ同士が近い方が、ブッシュの効果っていうのは発揮されるのかなということで、これを作ってみました。はい。まあとりあえずこれを取り付けしていきたいと思うんですけどね。はい。じゃあ、車の方行ってね、取り付けやってみましょう。はい。はい、それじゃあね、早速、ブッシュ交換やっていくんですけども、ちょっと見てもらおうかな。この僕の車の場合は、はい、これね、今、車庫帳入ってるんですね。全長調整の車庫帳が入ってるんで、外すのが結構硬いんですよ、これ。これね、調整ついてるんで。硬いんで、ここ緩めてね、全長をとにかく縮めちゃって、ここを抜いていくという、そんなやり方していきます。とりあえず抜いちゃおうかなんじゃ。抜く前に、ここね、このナットのところからここまでの距離を、今ね、117、ここに書いたんですけどね、117。この長さを同じにしてやればね、変わらないんで、ちょっとこれを外していきたいと思います。はい、じゃあやっていきますよ。いいよ。これね、前回つけた軸ずれ防止ワッシャー、試作品ですね。はい、これで外れた。これももう変えましょう。だいぶ汚ねですね。はい。これの場合はね、まずこれを入れる。そして、これを入れる。で、また、これを入れる。こんな感じかな。よいしょ。これね、ちょっと皿の上をきれいにしよう。はい、ここの上もきれいにしたんで、よいしょ。
よし、はい、ああちゃうね。よいしょっと。これはちゃいますごめんなさい。ここ入れて、このカラーを入れて、こうでした。そしてですよ、これね、これがガタガタになるんで、これを入れてやるんですね。はい、この部分、へそを下にして、ほらパチンと今音がして、これでね、軸ずれ少なくなったと思うんですけどね、これで OK です。そしたらワッシャー入ってるんで、これを1枚、そしてこのワッシャーを入れて、こちらとね、見えるかな、ちょっと暗くて見えないかもしれないね。ここで見えるかな。はい、もう一回これ外してみますね。はい、ここに軸ずれ防止ワッシャーが入ってますね。これでガタなしと、まあなしというかね、微量のガタは当然ありますけど、で、ウレタンブッシュ入れて、ワッシャー入れて、ここを閉めるとね、これで OK です。はい、よいしょ。はい、ダメかな。で、あとはここを伸ばしていかなきゃなんない。128、128にしておきます。これをやめて128とね、これで締めちゃいますよ。はい、まあね、とりあえずこんな感じで、ストローク調整ね、これを左右でここ同じにしてやります。はい、そんな感じで左右両方ね、やってしまおうと思います。はい、ということでね、とりあえず交換の方をしてみたんですけども、まあ結構ほら、新品のやつ持ってこようかね。新品のやつこっちね、こっち使ってたやつね。やっぱり厚みがこのぐらいやっぱり薄くなるんですね。まあ締めてるっていうのもあるんですけど、まあ当然へたってはくるんですよね。だから定期的なメンテナンス交換っていうのもね、心がけていただければななんて思うんですけどもね。でやっぱりワッシャーなんかも、はい、こんな感じで結構錆びてはくるんですよね。これはただ皆さんのところに送ってるワッシャーじゃないんですよ。これは1枚ずつ全部削ってあるワッシャーなんで、ちょっとねものが違うんですね。はい、付属のワッシャーこちら、僕が使ってるワッシャーこっちなんですけど、これね多少厚みも違うんですよ。こっちの方が厚いんですよね。なのでまたこっちの方が多分メンテナンスは楽だと思うんですけどね。なぜか前に試作でやった時にワッシャーがなかなか見つからなくて、じゃあ削ってしまえということでね、削ったワッシャーになるんですけども、
まあどちらでも大きさ一緒なんで、関係ないとは思いますけどね。はい。まあ今までのね、この状態で2枚重ねしてた状態から、まあ1枚のね、薄いやつに変えた。もう一個持ってこようかな。はい、なんともすいませんね。こちらね、まあオープニングでも見せた通り、こちらとこちらで、取り付け方としてはもう一度ね、説明しますけども、はい、こちらが今までの取り付け方、こっちがワッシャーをつけた時の取り付け方、まあこれだけの高さが違うということでね、より一層ウレタンブッシュ同士が近くなって、挙動は安定するんじゃないのかなと、はい、そんな風に思います。まあそうですね、今回ね、ちょっと試しにこれ、皆さんに送ってるのと硬さが違うんです。ちょっとねソフトハードっていう形で、今テストをしてね、良ければハードの方も販売していこうかなと。だからソフトブッシュハードブッシュみたいなね、そんな形で硬さを変えてね、販売もしていこうかななんて思ってます。上につけるブッシュの硬さは変わらずそのままなんですけどね、下のブッシュの硬さだけちょっといろいろやってみようかなと思いまして、今試行錯誤をね、繰り返しているところです。はい、はい、ということでね、まあこのワッシャー取り付けやってみたんですけども、はい、そんな形でね、今日の動画新商品の紹介でしたけども、ネットショッピングの方もぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではさようなら。